とんでもない傑物が揃いました。まさに夢の光景。時代を背負い時代を作った名ウマ娘たちの戦いです。さあ並び勝つはみんなが愛するウマ娘北サンブラック。菊花賞で G1 初勝利後、天皇賞春秋制覇と数々のレースで花火を打ち上げた豪気なる貴婦人ジェンティルドンナ。トリプルティアラを達成し、ジャパンカップ史上初の連覇と歩む道は豪華絢爛。時代を切り開き見る者の心を酔わせた名ウマ娘ウオッカ。64年ぶりにティアラ路線から日本ダービーを制しました。聞こえるか、彼女を称える旋律がテイエムオペラ王。8戦8勝の年間無敗という成績から世紀末覇王と呼ばれました。いずれも芝 G1 歴代最多7勝を挙げた凄まじいウマ娘たち。そして最後はやはりシンボリルドルフ。トゥインクルシリーズ史上初の無敗の三冠ウマ娘かつトゥインクルシリーズ史上初の芝 G17 勝達成ウマ娘。その強い勝ち方はもはやレースの教科書。彼女の切り開いた道こそがまさにレース界の王道であります。有頂天外というのかな。こんな機会をもらえるなんてね。流行る心が抑えきれない。我々こそがいただきだ。かかってこい。それじゃあ行ってくるわね、トレーナー。ええ、私が勝つわ、すべてに。G17 勝超えはどうすればなせるのかですか。面白い質問ですね。シンボリルドルフさんの到達した G17 勝、並んだ方はいても超えた方はいらっしゃいません。まさに未踏の夢だからこそ知りたいのです。どうすれば G17 勝を超えられるのでしょうか。そうですね。七冠は達成したものの、その先まで行けなかった私には分かりようもありません。ですがそれを果たしうるウマ娘ならば自然と知っているのでしょう。まだまだ。はあ、こんにちは。そのバッジ、トレセン学園のトレーナーさんですか？私、アーモンドアイです。トレセン学園のウマ娘です。12342234234。よし、教官、アーモンドアイ
外周行ってきます。もうすぐ夕飯の時間ね。よし、もう一本だけ。あんたってば今日ももういるし、しかも最善てか学内模擬レース全制覇じゃない？やべえ。さあ始まります。超特別な一戦。デビュー後デビュー前の馬娘が入り乱れ、さらには海外からのゲストも参戦します。よし、スタートしました。ばらついたスタートになりました。やや遅れを取ったかアーモンドアイ、後方に位置を取って先頭まで10馬身ほど。前を伺い続けるアーモンドアイ。さあ先頭最終直線、最初に仕掛けるのはここからアーモンドアイが来た。アーモンドアイ、アーモンドアイ。先頭3人逃げ切れるか。あとほんの少しだ。誰一人譲らないと、先頭に飛び出た海外の豪脚。さらに突き放してゴールイン。4着。いやー、でもあのメンツ、デビュー後のことか海外のことかメンツが熱すぎっしょ。それで4着は大健闘じゃない？全然届かなかった。キレもスタミナも全然。もっとやれることはあったはずなのに。ああ、もう！再戦ありがとう。こちらこそ。しかしこの短期間でこんなにも強くなられるとは。見事な勝利でした。この借りはいずれどこかで、トゥインクルシリーズででもまた会いましょう。ええ、楽しみにしてる。あなたに負けないようにまだまだ磨き上げておくわ。お久しぶりです。アーモンドアイです。今日はどうぞよろしくお願いします。絶対に抜かせない。このまま私が勝つんだから。やっぱり強いわね。けれど勝てたわ。こんにちは。急にすみません。以前河川敷でお話ししたアーモンドアイです。そのお願いがあって海外でリベンジマッチをしたいんです。それで渡航の際保護者として付き添っていただけませんか？私の勝ちよ。勝ちたい馬娘がいるんです。海外を拠点にしているから彼女のホームまで行きたいのですが、
学園のルール上、生徒一人では渡航許可が下りないんです。親族や教官に都合がつく方がおらず、それであなたならばと。無茶な頼みであることは分かっています。きちんと話したのはあの日の一度だけですから。でもお願いします。私どうしてもあの子に勝ちたいんです。ありがとうございます。それではまた詳細が決まり次第お伝えしに来ます。え、本当ですか？ありがとうございます。とっても助かります。ずいぶん遠くまで来てしまいましたね。バイクの燃料は大丈夫ですか？無理するくらいがいいんです。持久力をつけたいので。前回最終直線で突き放されましたから。ただでさえ向こうの芝は重いですし、そのためには自分のリズムを維持できるだけの心肺機能を手に入れなきゃ。と降ってきましたね。冷たくて気持ちいい。いえ、時間がもったいないので。トレーナーさんは帰っていてくださいね。お疲れ様でした。これってありがとうございます。早速試してみますね。こっちはフォームのためのウェイトトレーニングですか。このファイルバージョン1とあるのですが、バージョン9。こことこことここの数値も違いますね。へえ。まだ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 。勝つのよ、私が。必ず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 。Welcome to my turf. You ready to run? もちろん。完璧に仕上げて完璧にあなたに勝ってみせます。勝負はここから。Looks like I'm gonna win again. 勝つ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 。私の勝ちよ。まだ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 ここから。ずいぶん遠くまで付き合わせてしまいましたね。でもおかげで勝てました。本当にありがとうございます。
なぜって勝ちたいからですよ。だって勝てると嬉しいじゃないですか。すっごく昔からそうなんです。勝つことが好きで、ジュニアクラブでもいろんな子たちに何度も勝負を挑んだりしてきたっけ。もう一回レースしよう。次は絶対私が勝つもん。体格差があっても年上の子が相手でも、指導の先生にだって負けたら悔しくて、だからその分たくさん鍛えて。頭フラフラ。でもまだこれじゃ勝てない。そうして全部に勝ってきました。頑張って勝てたら嬉しくって、もっと勝ちたいって気持ちが膨らむんです。私、勝つことが好きなんです。世界で一番。ですが、それを果たしうる馬娘ならば自然と知っているのでしょう。ごめんなさい。さっきからクラクラして少しだけ。もう大丈夫です。ごめんなさい。異国の地で迷惑かけちゃって。はい、レースの後は特にほてって倒れてしまうことがたまにあって。ええ、そんなに頑丈じゃないんです。今回の渡航だって気づいたら少し体重が落ちていましたし。はい、レースの後はなるべくすぐにシャワーを浴びるようにしたりして、自分なりに対策はしているんですけれど。だからもっと強くなりたいんです。心も体も。これからもやろうと決めたことを必ずやり遂げられるように。へえ、一着だったあの子いいじゃん。スプリンター志望かな。私後で声かけてみようっと。偶然ですね。まさかこんなところで会えるなんてちょうどよかった。私今あなたにすごく会いたかったんです。
ええ、たった今これを試していたところで。初めて見た時未完成品だなんて思いませんでした。正直バージョン9との違いも些細なものでしたし、でも実際に走ってみると全く違いました。バージョン9に比べて想像以上に体になじまなくて、徹底したからこそ生まれた結果ですね。あの日寝ていなかったんですよね。覚えているんです。お顔が真っ青で。私は誰にも負けたくないけれど、あなたは何より自分に負けたくないんですね。だからあなたが私のトレーナーになってくれない？妥協できない人は信頼できるわ。あなたがいればきっと私はもっと強くなれる。どう？ですが、それを果たしうる馬娘ならば自然と知っているのでしょう。G1 発祥？そうね、誰も成し遂げたことがないものよね。方法なんてわからないわ。私にはわからない。でも逆にそもそもどうしてできないって思うの？全力で戦って必ず勝てばいいのよ。それを8回やればいい。7勝も8勝も変わらないわ。そういえば海を渡る蝶もいるって話を聞いたことがあるわ。蝶の羽は柔らかくて小さなもの。けれど海を渡れやしないだなんて誰にわかるの？きっと渡れる。どんな荒波に揉まれようと目指す場所があるのならきっと。ねえ、そうは思わない？ちょっとはしたないわよ。にしてもまだ寝不足なの？私が作ったソープやバスボムも効かなかったみたいね。もっと別のアプローチがいいのかしら。いつまでもこんなことじゃそのうち倒れちゃうわ。他にもいろいろ試してみましょう。はい、次は疲れをリセットするストレッチ。仰向けに寝転んで体を弓なりにカーブ。そう、上体を伸ばすことを意識して。ストレッチの後はヨガで自律神経を整えましょう。寝転んで合席のポーズからあぐらをかくみたいに膝を曲げて足の裏同士を合わせて、最後は特製の安眠がゆよ。お米のトリプトファンと鶏のビタミン B6 が睡眠を誘うホルモンの生成を促すの。程よく体を温めて眠気を促進していきましょう。さあ召し上がれ。嘘でしょ、どれもダメ。私が試した時は効果があったのに、何が足りなかったのかしら。絶対にやるって決めたら必ずやり遂げるんだから。あなたをぐっすり眠らせるまで諦めないわよ。そういうことだから羊を数えるわよ、私が。一応根拠はあるのよ。
一定のリズムは脳に安心感を与えるし、同じことが繰り返される話を聞いていると眠くなるの。ほら、横になって。眠れないトレーナーと眠らせたい私。いざ勝負よ。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹、羊が4匹。まずは肩の力を抜いてリラックスするところから。よくできてる。ゆっくり腹式呼吸よ、トレーナー。吸って吐いて、吸って吐いて。いい感じ。羊が151匹、羊が152匹、羊が153匹、羊が154匹。目開けちゃってる？目を閉じるだけで少しずつ疲れが癒えるんだから。さあ、羊が645匹、羊が646匹、羊が647匹、羊が648匹。トレーナー、まだ眠れないのね。いいわ、望むところ。いつまでも付き合ってあげる。羊が1151匹。ねえ、トレーナー、こんなに眠れないのは体じゃなくて心の問題じゃないかしら。そう、無意識に緊張状態が解けないまま自分で自分を眠れなくしてしまう。そんなことがあるの。大丈夫よ、トレーナー。眠っても大丈夫。安心して。私がそばにいてあげるから。羊が1152匹、羊が1153匹、羊が1154匹、羊が1155匹、羊が1199匹、羊が1200匹。あら？もしかして眠ったの？そっか。私の勝ち。それにしても、なんでこんなに眠れなかったのかしら。先週何かやっていたみたいではあるけど。メニュー改善案15個？ VR ウマレーターでの検証結果まで。私の能力値をインストールして自分で試したの？前に納得のいくメニューができないとは言ってたけど、もしかしてこれでもうほんと自分にだけは負けたくないのね、あなた。お疲れ様。おやすみ。お店に入ったらちょうど開催してて、全問正解だと90のペア人形をもらえるの。お願い。このほんわかした感じのキュウリを持ったカッパの子よ。とっても可愛いでしょ。私90のことが昔から大好きで。だからお願い。次の問題の回答者はトレーナーね。ビギナーズラック信じてるわよ。では問題です。こちらのカッパの90の隣に住むパフィンおじさんの姪が飼っているクマノミの名前は何でしょう？ちょっとその問題ト
トレーナーには怖すぎるわよ。残念、不正解。これにて今回のチャレンジは終了です。よかったらまた挑戦してくださいね。ほんと悔しい。まさかあんなコアな問題ばかりだなんて。しょうがないわよ、気にしないで。あんなの熱心な90ファンでも答えられるかどうか。今度ってトレーナーまた付き合ってくれるの？ええ、望むところよ。次こそ全問正解してみせるわ。ここのカラオケ、映像作品の再生もできるのよ。過去の劇場版アニメ一緒に見ましょう。やっぱり90は可愛いわね。キュウリが好きってところもシンパシー感じちゃう。それもあるけど、生き別れのお母さんを探すためならどんな困難にもまっすぐ挑む強さがいいと思うわ。あら、そうかも。見て、このシーンは特におすすめ。お母さんのためにって勇気を振り絞る90がたまらないの。あら、トレーナーちょっと目が赤いわよ。大丈夫？あれね、私も初めて見た時はうるっときちゃったわ。でも辛い別れが訪れてもお母さんのために旅を続ける90の強さを再確認できた作品だったわ。さて、一通り見終わったことだし、クイズに出そうな情報をまとめた後は次に行きましょうか。コラボカフェ、そろそろお昼も近づいてきたし、勉強もできて一石二鳥でしょ。アザラシ伯爵のクリームパンケーキにトドスケのオムそば、すごく迷ったけどどっちも頼んで正解だったわ。トレーナーの欲張りプレートも可愛いわね。ちょっと写真撮らせてもらえない？ここに90情報をまとめてあるの。一緒にお勉強頑張るキューなんてね。似てるでしょ。声真似で答えろって言われるかもしれないし、寄せるなら完璧にね。タグに書いてあるエピソードはぬいぐるみごとに違うのよね。しっかりそれも確かめないと。よーし、全部ゲットするわよ。まずはキュウリに乗ってる90から。やったわ、3つ同時ゲット。イメージ通りにいけたわね。生誕3周年のエンブレムに書かれたキュウリ 3×3 でもちろん9本よ。お見事。お次はとうとう最終問題です。そちらのお姉さん、準備はよろしいですか？それでは劇場版90の大冒険から、作中に出てくるマルチバンドバタフライフィッシュの体の線は一体何本？表と裏、長い線と短い線に分けてお答えください。さすがは最終問題。そんなのじっくり見ていないとわからないわ。大正解。全問答えられたので見事チャレンジ成功です。いやー、すごい。90のことは最近知ったばかりだとおっしゃっていたのによくわかりましたね。すごいわ、トレーナー。
そここの前の勉強会でも話さなかった箇所よ。よく覚えていたわね。全部ってカラオケで見た劇場版もコラボカフェで話したことも一緒に勉強したこと全部？全部この間のリベンジを果たすために？そっか。そうね、あなたってそういう人だものね。ありがとうトレーナー。おかげで最高の勝利を収められたわ。あ、そうだ、トレーナーにも。はい、商品の90人形。ダメよ、2人で掴んだ勝利だし、片方はあなたが受け取ってちょうだい。ええ、私も大事にするわ。あなたとのリベンジ成功記念の宝物だもの。キュキュー。劇場版アニメ「90と海の王国」ただいま絶賛公開中よ。海で迷子になった90と仲間たち、そこで訪れる新たな出会い、みんなも気になるわよね。愛と勇気の大冒険、愛と一緒に劇場で楽しみましょう。あれって本物だよね。愛ちゃんかわいい。ほらすごい。愛ちゃん CM 見たよ。私も映画見に行きたくなっちゃったありがとう。これからも応援よろしくね。私は嬉しいわよ。注目も期待もされればされるほど燃えるもの。ああ、なんて頼もしい言葉だ。やはりお願いするならあなたしかいない。あら、はじめまして。あなたは？ああ、私この地域の夏祭りの運営をしておりまして、こういうものです。実は週末の夏祭りライブに出ていただくことになっていたアイドルの子が体調を崩してしまって、最近 CM 出演で人気上昇中の愛さんにぜひともご出演願えないかとお願いします。夏祭りライブの代役ということですよね。素敵なお申し出ありがとうございます。楽しそうですね。ねえトレーナー、お話受けてもいいかしら？トレーナーの改良メニューいい感じね。でももっと負荷をかけてもいいのよ。夜遅くまで練っていたやつあるんでしょ。どうせなら全部やっちゃいましょう。ええ、大事な夏合宿、悔いのないように鍛えないと。見晴らしのいい場所で声を出すのって気持ちいいわね。気分もスカッとするし最高。ねえ、あなたも歌ってみない？コーラスありで練習したいわ。そうこなくっちゃ。じゃあ行ってみましょうか。憧れの地へ語り合ったメモリー、もうドキドキもときめきも抑えられない、たまんない、熱いハラハラが止まらない、君と
トレーナー、水分補給なら抜かりないわよ。キュウリとスポドリでバッチリ。心配無用よ。今のところは大丈夫。心地よい疲労感っていうのかしら。すごく充実してる。このまま合宿では確実に成果を出してみせるわ。そしてライブでも最高のパフォーマンスをしてみせる。おお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 思った通りすっごくいい。全力出し切って歌声にぶつけて、私が情熱を巻き起こす。かわいいしかっこいいし、愛ちゃん最高だわ。眩しすぎるよ。けど目が離せない。ダンスタティフィニッシュ。みんな今日はありがとう。楽しそうなみんなの顔が見られて私も嬉しい。トレーナー、そうね。私たち今も夏合宿とライブの準備を全力で駆け抜けた時も最高に楽しかったわ。やりきったって感じ。ええ、完全燃焼の最高のライブになったわ。あなたのおかげ。普通だったら夏合宿に集中しろって止めるはずなのに、っていうか止めなきゃいけないのに一緒に突っ走ってくれた。やっぱり私のトレーナーはこうでなくちゃね。ねえトレーナー、私あなたともっといろんなことに挑んでみたいわ。きっと今回みたいに楽しめるはずだから。でしょ。そうだ、学園に戻ったらまた何かチャレンジしてみない？二人で熱くなれる大きなこと。それでやるからには絶対に勝